韓国ソウル地下鉄ウルチロサムガ駅。着いたあれ、雨まだ降ってんのね。まあ雨の音聞くとあいつの鳴き声も大きくなってくるよ。先週は休館日だったしね。さて今日行くところはこっち。今日のお店はよく行ってるけどこのチャンネルでは初めて。どっちかといえば雨の日にはぴったりかも。そんなウルチロサムガをこっちはサビが今日も行く。7番出口を出てまっすぐ。こんなところにギャラリーがあるのね。これはなんていう展示なんやろ。ねやねテーファ、私の中の会話ってことやろか。これ俺の動画全体のコンセプトやで。だってずっと独り言やもん。そういやこの辺はこういう照明屋さんが多いよね。조명 이야기。確かに物語には光と影が必要や。今ご覧いただいてる物語は食物語やけど、この物語にも光と影があるんやから、まっすぐ歩いてきて1本目の路地が見える。もうここ何回通ってると思ってんねん。この道ほふ前進でも行けるで。残念やな、雨降ってるからできひんわ。そんな印刷屋さんなどが立ち並ぶ昔ながらの路地を入っていくと、今日のお店が目の前に現れてくる。着いた。早くもうし빗소리 들으면서 쭈꾸미의 한장。今日のお店はマポチュクミ。出た、牛も豚も鳥もチュクミもタボン。ここにも鉄板マポチュクミ。出たタボン。店頭には各種お酒の広告。またタボン。今日の料理には合うもんね。한 잔 주세요。入店です。こちらのメニュー、この店の選択肢としてはほぼ一択。철판추산。あとはサイドメニューがいくつかあったりする。メミルジョンビョンやケランマリ、おでんタンにカムジャジョンをはじめとする各種チヂミメニュー。てかまたタボン。見つけたら言わんと気が済まん。皆さんは楽しいクリスマスお過ごしになられましたでしょうか。これ撮影してんのクリスマス前やけど、ジングルベルに体を揺らし早速注文。 사장님 주문해도 돼요? 네. 추삼 2인분 하고요. 그리고 감자전 진로 있어요? 네. 네, 한 면 주세요. 네. 先週飲まれへんかったから頼んだだけでこの笑顔。俺の気持ちを表現してくれてるひまわり。本当のギャラリーはここにあった。昼営業が終わってブレイクタイムは16時まで。このお店俺何回も来てんねんけど毎回混んでるイメージがあってね。今日はオープンラン。俳優さんにも見られてた。やっぱり今日のメニューには一杯は外せない。外は寒いが俺の体の中の熱を解放してやらんとあかん。ほら来た。1週間空いただけでお会いできて嬉しいです。ぐる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 。반갑습니다。반갑습니다。はしゃぎすぎ。鉄板の上で焼かれてまうで俺が。とにかくチュクミの通り道を作る。本日1杯目。これパンがもうええて。冬はたた明かりの数だけ暮らしあり。ありがとうございます。用意していただいた基本のおかずは練り物の炒め物、もやしの和え物、唐辛子、ニンニク、キュウリにサムジャン、そしてエゴマの葉っぱにサンム、とびこにマヨネーズ、最後に来たのがケランチン。じゃあまずはこっち練り物の炒め物。パクッといくと結局我慢ができなかったのか、もやしにも手が伸びていた。久々のガマちゃんでテンション上がってるからか、どんなことが起こっても冷静に対処できる。落としたもやしも冷静にパク。おかずで一杯やるのも悪くない。でもチュクミで一杯いくのは格別やからな。
待ち遠しさを先に流し込む。流し込んだ矢先にビヨーンと泳ぐあいつがやってきた。社長さんから火を弱めてくれと言われた。ゆっくりゆっくり、弱火でグツグツ。よし、こんな感じかな。いざ、まずはこのくるっとしたチュクミを引き上げる。食感良さそうやで。数秒見とれた後、ふうふう、くるっとした部分が唇に触れるほどふうふう。そして一口。炎とともに体にチュクミが乗り移り、チュクミダンスが誕生してた。プリプリとした歯ごたえはもう言うまでもない。最初は甘み、その後辛み、そこからうまみへと変化する。このコチュジャンベースのヤンニョムもニンニクが効いて手が泳ぐ。まだ早い。次はこの中にあるサムギョプサル、チュサムやからね。こちらもフーフー。そしてパクリ。豚肉自体は一般的なサムギョプサルやけど、ここから出る油はここのヤンニョムと混ざると天下一品。わかったわかった。傾けろと命令される。持ち上げるけど、ガマちゃんにもクリスマスプレゼントあげんとな。再びのチュクミ。しっかりと目の前に準備した後はガマちゃんを口に入れていく。チュクミが見守る中、口を白紙にする工程。チュクミが大ジャンプ。この店のヤンニョムの辛さは癖になるのよ。俺の体はチュクミに乗っ取られてしまうかもしれない。すでに乗っ取られていた。調子に乗ると天罰が下る。うまみが強いヤンニョムではあるが、ずっと食べ続けてると辛さが前面に出てくる。しかも熱々やしね。中毒性がある辛さではあるが、辛さ耐性が低い人はしんどいかもしれない。だからこの店ではサービスとしてこれが出てくるよ。スプーンジム。このケランチム、消防隊員としての役割をしっかり果たしてくれる。俺は普通の日本人よりは辛いの食べれる方やけど、この店ではケランチムに頼ってしまう。十分に冷ました後口に運ぶ。これで口から辛さが退散していく。ほら、辛さ退散。ケランチム一口でだいぶ落ち着く俺。もう一つ辛いのを抑えてくれる食べ方もある。エゴマの葉っぱを1枚準備。さあ、これを使って巻き巻きや。まずはくるんとしたチュクミが到着。続けてサムギョプサルも乗っかる。これは欲張りさんの一手。こんにちは。ここからがこの店の辛さ救済措置。飛び子を持って、飛び子を持って、パク。いや、食べてる場合ちゃうねん。これは大量に欲しいからさ。スプーンで飛び子をすくい、その上からかけてあげる。赤い具材たちが金色の光に包まれる。そしてこれ、マヨネーズ。そいつもたっぷりとその横に添えてあげる。これがこのお店での必勝の食べ方。辛さもかなりマイルドにできる。ちょっと予想外に入れすぎてしまった。まあ毎回のことやけど、ここはポジティブシンキング。エゴマの葉っぱが2枚になって香ばしさも倍増。こんな小さい包みの中には希望も欲望も詰まってる。チロリ、せやな、これもいるわな。雨を浴びて鳴き声が大きくなるガマちゃん。俺にもその雨浴びさせてくれ。そして大きく一口で。動き早っ。これ不思議なほど辛さを感じない食べ方。もちろん辛いのが得意な人はマヨネーズは入れなくてもええけど、とびこはおすすめよ。口の中でプリプリのチュクミにプチプチと弾けるとびこ。豚肉の脂に鼻から抜けるエゴマの香ばしさ、もううなずくしか答えがない。とヘッドバンギング中、来た、待ってたんですよこいつも。つけるタレも出していただいた。ついこないだもサムゲタン編でダウジングしたばっかりやのに、お宝を探すためダウジング開始。下からええ香りしてくんのよ。パリパリとした部分にはダウジングにも力が入る。
よし、完璧完璧。カムジャジョン好きなんよね。じゃあまず一口目はこのパリッとした部分から。タレも出していただいたけど、まずはやっぱりこのままでじゃがいも畑にダイビング。赤ちゃんもぐっすり眠れるほどの心地よいいい音。塩加減もほどほどでしっかりと感じるじゃがいもの香り。次はこのもちっとした内側の部分。タレに直行。タレにつけると脂っこさはリセットしてくれる。このねっとり系の舌触り最高やわ。ガマちゃんも腹から音を出す。カムジャジョンも来たし、チュクミに戻る準備。再びエゴマの葉っぱ。今回は学習済みの2枚体制で。そしてここでサンムの初登場。そいつを数枚つかむ。ひらりと落下。そしてチュクミ。ビヨーン。当たり前のサムギョプサル。そいつもブヒブヒ。ここで装備変更。復讐は過去を振り返る行為ではなく、未来を切り開く礎である。名言と言っていた。そして辛さ対策のマヨネーズ。ここから合流する仲間ニンニクもサムジャンと共に落ちてきた。そいつを巻き巻き飛び出さんように注意する。唇は飛び出してるけど、誰かコメントでニット帽をかぶってるしレオンとか書いてたけど、レオンは鉢植え。これはガマちゃんとサムや。霧吹き使って大切に育ててるかと思いきやパクリ。どっちも一瞬でなくなってもうた。ただサムの甘さも加わり、ニンニクもいい味出してる。うますぎる。誰かこいつを止めてくれ。再び手はカムジャジョン。俺の好みはタレなし。このサイドメニューはこの店では必ず頼んでほしい。この辺で少し休憩せな持たへん。キュウリをサムジャに。ポリッと体力回復。ちなみにトビコとケランチムは追加料金かかるけど、他のおかずはセルフバーでおかわり自由。しかしこの男はセルフバーで悩んでいるのではない。ひらめきの音が聞こえた。その合図と同時に瓶が浮く。ここから俺はこの店で史上最大級の食べ方を披露したろう。同じくエゴマの葉っぱは2枚。大胆に大型新人ルーキーカムジャジョン。カレーに舞う。腹立つ表情してんな。でもこの食べ方は間違いないのよ。チュクミを乗せる。だいぶ少なくなってきたけどサムギョプサルも合体。こいつだけは欠かせない。黄金に光るトビコを金箔名人のように振りかける。そしてマヨネーズ。お化粧もしている。まだまだ終わらない。ニンニクをサムジャンに。最後のトッピング。組み立て工場と化した俺は仕上げの巻き巻き。包むだけで世界は香り豊かに輝き出す。ガマちゃん登場。ロケットに乗った俺たちはエゴマの葉っぱに包まれた小宇宙にリフトオフ。これも必ず一口で口に入れなければならない。和食は引き算の料理とも言われる。でも俺が思うには韓国料理は掛け算の料理。それをもろに体験し、俺の体は割り算されていく。ここのケランチンもいい火消し役になってくれた。ここ数年の間で日本でもチュクミが人気になって好きな人も多いみたいやけど、この店は辛くてもいろんな形でマイルドに食べることができる。ちなみに俺がいる間にも日本人観光客が数組おった。料理の方はかなり少なくなってきたんやけど、やっぱり締めはこいつしかおらんやろ。俺はルールだけは守る。そう胸に誓ってるんよ。視線の先にはメニュー表。そいつをじっくり見ながら次の一手。追加注文。 사장님 볶음밥 하나만 주세요. ごま油がかかったご飯と海苔とごま。鉄板の上にぶっかけられた。ここからはセルフらしいから俺の腕が黙っていられなくなる。このしゃもじは色的にも俺の相棒ポチタやな。顔がチェーンソーに変わる瞬間、悪魔と目が合う。俺に任せたのは大正解やったな。少し残ってたトビコ。そいつを上から振りかける。追加で頼んだら結構な量やからこれくらいがちょうどええんよ。ええ感じになってきたやん。俺もノリノリでぐるぐる。完成。今日の最高の締め。ポチたしゃもじについたご飯をまずは夫婦パクリ。
もちろん熱いけどごま油の香りが鼻に抜ける。韓国料理はどんなメニューでも最後はこのデザートが黄金ルート。残ったチュクミも上に座らせてしっかりと冷ましていかなければならない。でもこの熱々が醍醐味なんやけどね。鼻の穴が膨らんだ今がタイミング。ちょっと生命の維持の危機を感じたけど、そのまま食べていく。いや、危機ではなかった。サンズの皮見えたわ。大量のもやしで少し冷ます。デザートでも活躍。少し残ったもやしをエゴマの葉っぱに。こういう鉄板のいいところはおこげもきれいにできる。最高よね。この子と一緒にチュクミもその上に。これはもう美味しくないはずないからね。ヤンニョムは辛さも抑えられ、さっき入れたとびこもナイスチョイス。次はサンムをのせる。その上にはご飯が飛び込む。最後にこいつもマヨネーズも。これが掛け算の最終形。マヨネーズってチュクミに合うねんなと教えてくれた店。巻き巻き。いろんな食べ方で飽きることがない。最後の最後まで。残り少なくなったチャーハンは熱でパラパラに。パクッといけばこの店での食事も終わりに近づいてくる。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。今日の料理の引力は恐ろしい。ガマちゃんは吸い込まれていった。だから最後の一滴まで。そこまでコスパがいい店ではないけれど、ここのヤンニョムは唯一無二。それを味わった。本日最後の一杯。最後に一切れ残ってた。いや、残してた。俺カムジャジョンマジで好きやから、個人的にはぜひ頼んでほしい一品でもある。おい、それは皿ちゃうぞ。そんな風にして食べるもんちゃうぞ。鉄板ある程度掃除しておきました。ウルチロ三賀駅から徒歩5分圏内にある鉄板チュクミサムギョプサルのお店。ガヤガヤした雰囲気も最高。なかなか攻めた辛さのチュクミやけど、その辛さとの一杯は最高やで。いやー、大満足や。外に出た途端いきなり雨が強く降り出した。はよ帰らな。ソン・チギョンさん、ここにも来られてたんですか？最近行く店にこういうポスターみたいなの貼られてたりするんですよ。いつか俺もこういうの貼られるように走り続けます。てかほんまに走ってるから。雨に打たれながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイモコス